タミヤより J1N1SA 夜間戦闘機月光を作ります。夜ごと行われる爆撃機による攻撃に対して機体後方に据せられた射銃という斜め上を撃つ機銃で大きな戦果を上げたことで有名な機体です。エンジンが2つついた総発機は初めて作ります。今まで作った模型の中で一番大きいキットになりました。以前作ったスツーカも大きい機体だなぁと思いながら作っていましたが、それより一回り大きいです。では早速作っていきましょうね。私はほぼすべての塗装を筆でやりますが、筆塗りはどうあがいても塗膜が厚くなってモールドが埋まってしまいますから、いつも塗装を始める前に機体にある全モールドを彫り直しています。めんどくさい作業ですが、やっぱり出来上がりが綺麗になります。筋彫りカッターでこうして既存の溝をなぞって深くするわけですが、機体の形状的に刃が入らない場所や曲面が多い部分は刃がそれて不要な部分を引っかいてしまったり、それは苦労する作業なんですが、前回のビンディケーターを作ってる時に、ふと、これ組んでから彫り直すからやりにくいんじゃねと思いました。組んでしまうと、持つのも苦労します。壊れないように、持っても大丈夫そうなところをそっと持ち、刃がそれないようにしっかり固定するという、割と神業を求められていましたが、組む前なら雑に持てるやんと思い立ちました。相変わらず、ところどころ刃がそれて失敗してしまうんですが、格段にやりやすくなりました。これからは組む前に彫り直すことにします。リベットもです。一粒一粒刺して打ち直します。リベットは特に塗料で詰まって埋まっちゃいますから、こうして一回刺しておくだけで、綺麗に墨を入れれるぐらい残せます。いい感じになりました。ではコクピットを組んでいきます。まずはシートの穴がモールドになっているので、ドリルでぶち抜いていきます。タミヤのキットで唯一気に食わない点が、このデカールのシートベルトです。他の部分をリアルに塗ってみても、シートベルトがなんよってなるんですよね。まあほとんど見えないんで、気にしなきゃいいんですけど気になるので、今回は久しぶりにマスキングテープで作ろうと思います。この機体は2人乗りですので、もう一つの座席にも作っておきます。では塗装する前に、接着してしまえる部分は組んでしまいます。サイドパネルの細かいケーキや装備を取り付けます。反対側も同様に、一通り組んだら塗装に入ります。シルバー部分は、このミスターカラーのジュラルミンシルバーを使います。エアブラシで塗れば、すごく輝くシルバーになる塗料ですが、筆ではエアブラシのようにはいきませんでした。いつものアクリジョンや水性ホビーカラーのシルバーよりも塗料に含まれる粒子がかなり細かくて、それが輝きを生むのですが、筆だと逆にめちゃくちゃムラになって目立ってしまいます。ワンポイントに刺すとムラは気になりませんので綺麗なシルバーですが、面を筆で塗るには向かない塗料なのかもしれません。それとこの塗料、乾くのが異様に早いです。いつもの塗料の5倍ぐらい早いです。塗ってる最中にすでに乾き始めるので、そのせいでムラを起こしやすい気がします。塗料の乾きを遅らせるリターダーという溶剤があるのですが、なんで遅らせるねん。乾燥なんか早けりゃ早いほどいいやろと。今までは必要だと思ったことはないのですが、今回初めて、これはリターダーがいると感じました。早すぎるとダメです。特にメタリックカラーは早すぎるとめちゃくちゃ色ムラを起こします。勉強になりました。綺麗に塗れればめちゃくちゃかっこいいシルバーになるので、いろいろ実験する必要があるなと感じました。ね。輝きが全然違って、ムラだらけになっちゃいます。今回、コクピット内の色は調色して作りました。こんな感じで、どの色をどの割合で混ぜるか実験してから塗るわけですが、色がなかなか決まらず苦労しました。ケーキなどの緑色は、カーキグリーンとホワイトを3対2で混ぜて作りました。この辺りの色は、トリセツに指示があるんですが、タミヤのキットはタミヤの塗料しか指定していません。タミヤの何番は、クレオスの何番です。という変換表みたいなのもあるのですが、そこまで行くと何が正解かわからんので、大体は持っている塗料から近しい色を作ります。コクピット内はもう一色あって、この部分、トリセツではメタリックブルーとシルバーを3対1で混ぜろと書いてあります。
そんな気の利いた色は持っていないので、今回はブルーとグリーンの原色とシルバーを2対1対1で混ぜました。いわゆる青竹色ってやつでしょうか。確かこの時代の日本の飛行機に使われていた防腐剤の色だったはずです。コックピット内はこのメタリックブルーとカーキ色とシルバーの3色で塗り分けられています。以前ゼロ戦を組んだ時にもちらっと言いましたが、この青竹色が嫌いでしてね。急にガンダムみたいな色が出てくるから、すごく浮いて見えるのが嫌で、絶対使わなかったのですが、今日は塗ってもいい気分だったので、それっぽい色を作りましたが、この色めちゃくちゃかっこいいですね。別に浮いてねえわ、むしろかっけえわ、ってなりました。自分の感性なんて信じるもんじゃねえなって思いました。それにしても、すごい塗り分けをする機体です。そこが青でそこがシルバーなのって思います。絶対にマスキングして塗り分けるべきです。なんでそんな細い筆で、おててプルプルで塗り分けてるの？はみ出したらだるいだろって思いますが、この時の私は、絶対にフリーハンドで塗り分けてみせる、と意気込んでいました。理由はわかりませんが男にはそういう時があるのでしょう。満足したようです。一度では発色しませんので、何度か塗り重ねるわけですが、この色はすごく陰蔽が強くて、2回ほど塗れば十分綺麗に発色してくれました。調色すると色が強くなるのかな？とても塗りやすかったです。ざっと塗り分けできましたので、細かく塗り分けていきます。まずはシートベルト。やっぱデカールより良いです。そんな手間でもないし、シートベルトはないなら作った方が自分は好きです。機内のケーキや装備の細かい塗り分けもします。一通り塗り分けできたので、ドライブラシをかけていきます。新ライト実績のシタデルカラードライブラシ専用の塗料です。この辺はひたすら筆をペシペシするだけですね。あとはケーキのボタンも塗りましょう。この辺りの色を使って細かく色をさしていきます。ケーキのデカールも貼ってしまいます。次はウォッシュをします。水性ウェザリングカラーのアンバーとブラックを使いましょうか。2色を混ぜてシャバシャバドブ色を作ったら全体に塗りたくります。乾いたらこんな感じです。このままでもいいぐらいですが、塗料が溜まったところが濃くなってしまっているので、水をつけた筆でざっくりぼかしていきます。塗装作業はこんなもんですね。艶消しクリアを吹いて保護します。いい感じ。はい。というわけで組み上がったコクピットがこちらです。コクピットクソかっけー。車重の部分はこんな感じです。まだ重心を接着していませんが、でっかいですね。打つと反動でめちゃくちゃ揺れるし、標準もブレまくったそうです。カバーを閉めてしまうと、車重が見えなくなってしまいますから、ぜひともハッチが開いてる状態で作りたいですね。ではこのまま素組みまで完成させてしまいましょう。組んでいきます。デモタミヤですから、もうビッタビタ、特にいじる場所はありません。サクサク組んでいけます。というわけで特に言うこともないので、雑談がてら組み立てながら、この機体の面白い経歴について少しお話しします。月光は最初から夜間戦闘機として開発されていたわけではありませんでした。より強い戦闘機を求めていた軍は、当時の航空技術としては不可能なほどの要求を開発に伝えていました。なんとか出来上がった試作機も、その要求を全てクリアすることはできません。せっかく作った機体なので、いろんな案を提案しましたが、やはり思ったような性能は発揮できず、出来損ないとして扱われ、倉庫の肥やしとなってしまっていました。ある時、車重という
斜めに設置した機銃が有効だというアイデアを思いついた小園中佐は、軍に開発を依頼するも、思いつきだと一蹴されてしまったが、倉庫に放置されている試作機があるだろうと頼み込み、放置されてる機体を使うならと、射銃を装備した試作機が2機用意されました。その試作機は、小園中佐の狙い通りの性能を発揮し、あれだけ手を焼いた爆撃機の迎撃を見事成功させ、その後も撃墜しまくりました。この戦果に、軍は手のひらを返してこの案を採用。正式に、夜間戦闘機、月光が生まれました。その後もたくさん戦果を上げ、一般市民にも知られ、愛された機体でした。足りない性能を知恵と技術でカバーする、実に我々が好きな胸熱展開です。一気にこの機体のことが好きになりますよね。雑談はこの辺りにしておいて、エンジンを組み立てます。内部は組んでしまうと塗れないので、先に塗っておきます。真っ黒系。塗り忘れると非常に厄介なエンジンカウルの裏、真っ黒にしておきます。エンジンにシルバーをブラッシングします。一気に金属の塊になります。シュババ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 バ。やん。ウォッシュもしときます。黄色すぎない、と感じるかもしれませんが。乾けばこうなります。いい感じ。じゃああとは組み立ててしまえば、と思ったんですが、排気口のパーツがこうはまります。このまま接着してしまうと、その後の塗装がすごくやりにくくなりそうです。どうせなら、この部分はもう先に塗ってしまいます。1回目。2回目。3回目。エンジンカウルの方も塗っておきます。黒だからすぐ塗れるかな。1回目。2回目。ちょっとムラがあるので最後に3回目。これでいいかな。よし。ではこれで組んでしまって、今回の作業はここまでといたしましょうか。はい、というわけで、タミヤの月光、今回は素組みまで完成しました。さすがはタミヤ、何の調節も必要がないほどビッタビタに組めます。今までで一番大きい機体なので、反ってたり歪んでたりするかなとも思っていましたが、全くそんなことはなく機体通りのタミヤクオリティでした。次回は基本塗装とデカール、さらにウェザリングと3パートほどに分けて更新したいと思います。ではまた次回。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるので、とても助かります。ほな、またね。